もしもし、龍野さん。ここちょっと知り合いにやってもらったんですけど、ちょっとあんまうまくいかなくて直してほしいなと思ってて、いけたりしますか？大丈夫ですよ。マジっすか？はい。じゃあ行かせてもらってもいいですか？はい。お待ちしております。この前ありがとうございました。いえいえ、こちらこそありがとうございます。だいぶ反響あったみたいで、結構いろんなとこから来ました。来てくれたり。ね、僕もめちゃめちゃ懐かしい友達とかから LINE 来て、はい。なんか出てるやんみたいな出てるよみたいなみたいな感じですね。なんかお客さんとか来ました？結構来ました。いろいろ見て、YouTube 見てきましたみたいな。同じようにバーバー始めてて。ああ、そうですよね。そうですね。今回この前切ってもらっていい感じだったんですけど、はいもう1ヶ月以上経って伸びちゃったんで、はいちょっと知り合いに1回切ってもらったんですよ。はい。で悪くはないんですけど、はいやっぱり前と比べるとなんかこう濃淡が出ちゃったりとか、はいあとこの辺がトップ切ってもらってないんでなんかズバッとなっちゃったりとか。そうですよね。上との差がそうなんですよね。どうですか、実際この前短くしてみて、はいはい。そこまでやりすぎない程度にああ、はい。営業したじゃないですか。例えばもうちょいタイトにいっても良さそうだなとか。そうですね、この前やってて大体皆さんにおおむね好評やったんで、はい知り合いにももうちょっとぐらいなら良さそうっすね。大丈夫そうですはい、いかついとかはあんまりなかったです、今結構下は割と短いんですけど、なんかつながりがうまくいってないからちょっと上が重たくなっているんで、この辺もうちょい詰めたらバランス良くなりそうかなっていう感じなんで、まあ厚くなってきたし、多少前回より気持ち詰め気味で修正していってもいいかなって思いますね。そんな感じでも全然大丈夫ですか？はい。最初2ミリからいった感じですか3からいって2で整えてました。4からだね。4いってもし自分でやるときとか人にやってもらうときはそういうふうに長いとこから目標が2ミリとか1ミリだとしたら、6ミリとか4ミリぐらいから入れてった方が失敗が大きくないんで、多分今回も4ミリからいってるからそんなに大やけどって感じでもない、あとはつなぎですね。なんか難しそうでした、見てて。これが結構大変かで僕の場合ここ切っちゃうと浮くっていうのもあるじゃないですか。そうですよね。それ余計あって、場所高さとかもあるんですけど、フェードが低すぎるとやっぱこの辺は重くなっていくし、高くなってくるとちょっと今度いかつくなったりするし、目の位置とか耳の位置とかこめかみとかの位置によって結構人見合わせも変わってくるんで、この辺のところら辺までがいいなみたいな。はい、確かに。そうですね。ここはね、いくつでもやりすぎだし、ここだとちょっと下っすちょっと下すぎて、今はローフェードってことなんですかね。横はローって感じですよね。後ろはミディアムって感じで。なるほど。そうですね。割とまっすぐな感じにバリカンなので均一に入ってるんで、そうなるとちょっとコボちゃんっぽい感じなんで、逆に後ろがここまでいったら前に向かって前上がりで行ってもいいかな。そうすると多分この辺ちょっとすっきりするんですけど、後ろの位置はそんなに変わらないからあんまりパッと見そんなやってんなみたいなはあんまり思わないかなっていう。でも横の位置がこれぐらいだったらもうちょっと後ろを下げといた方がもうちょい下げてもいいかもしれない、バランスよくなる感じですかね。このトップみたいな耳より上がってくるとまた印象が変わってくるんですね。このなるほど。ここが後ろのここが耳より上がらないくらいの方が多分自分でセルフでやる感じだったら、後ろはこれ以上上げない方がいいと思いますね、現状この状況でいったら。じゃあこれをもうちょっとこう良くしていくとしたら、どういうふうな順番でやっていくんですか？まだ切れる場所っていうのはこの辺なんで、
横のこの辺はまず切っていいかなって感じですね。こう切ってみて、ここのつなぎがうまい感じにいけば。じゃあすみません、無理言いますが、はい、よろしくお願いします。はい、やってみます。この前のコメントでもなんか顔の形とか横が浮くとかが私も一緒だみたいなコメント結構ありましたね。同じ症状。一番多い悩みの一つですよね。日本人あるある。やっぱ浮いちゃう人って多いですか？浮いちゃう人多いですね。自分だと多いですね。横8回り、この辺が浮いちゃうっていう人は難しいですよね。お互いに切るのも大変だし、なんかそれとうまく付き合っていくお客さんたちも大変だしもう結構変わってきましたね、高さが。そうですね、ちょっとつなげてくるだけで。これハサミってAmazon で買った数千円ぐらいのやつなんですけど、はい、そういうので切ると紙に良くなかったりするんですかね？断面はあんまり綺麗にはならないかもしれないですね。なんかその切った断面がまっすぐ切れてなかった。なんか切れないハサミで切ったりするとその後伸びてくると跳ねやすいとか、そうなんですね。あるみたいですね。すごいミクロの世界ですけど、やっぱ断面がスパッといかないと、スパッといってないみたいな感じで栄養が逃げるっていうのもありますし。そうなんですね。僕の場合はその鉢が張るところの手前ぐらいが良さそうって感じなんですかね。つむじの向きもあるんですけど、ちょうど毛がこっちに向かってるんですよね。真横に向かってるんで跳ねちゃって出てきちゃうんですよね。結局お客さんが家に帰って自分で手入れするときに多分自然に向いている方向でセットすると思うんで、そうじゃないとセットの難易度も上がりそうですね。そうなんですよね。逆の方向とか後ろとかなると難しいんで、なるべく理想はもう手ぐしで終わるみたいなのが理想だと思うんで、そうできるようにはしたいなと。今回みたいにミスっちゃったんで来てもいいですかみたいなパターンってあります？ありますね。昨日も1人来たし、今月結構多かったですね。やっぱみんなやってるんですね。そうっすよね。結構自分で切ってミスっちゃってくるパターンで、お客さんからすると自分でやってとんでもないことになっちゃって、もうこれどうしようもないなみたいな感じで来るんですけど、治りますかみたいな感じで、確かに難しいケースもあるんですけど、もうすでにお客さん絶望を知ってるんで、何やっても満足してくれる。それ以上ひどくなることはないんで、普通に髪切ってくださいって来るお客さんよりはこっちは楽です。でもやっぱひどければひどいほど床屋の腕の見せ所というか、やりがいはちょっと燃える的な。燃えますね。うわ、ひどいの来たとはならないですね。嫌だなみたいな。結構僕ワクワクするかもしれない。どうしよう。でも大体そういう場合って注文じゃないじゃないですか。ここ残してこういう風にしてこの人みたいにしてくださいじゃなくて、どうにかしてください。今ある段階からでよくしてくださいってなる。だからもうほぼお任せでみたいな感じなんで。そう言ってもらえるとなんか行きやすいよね。なんかこう、いつも言ってるところで自分でやっちゃって、まず自分でやっちゃったことに対するやや罪悪感で、しかもミスったという負い目が、これはどうなる、どう修正できるのかみたいな。
高速でやってるのと低速でやってるのってなんか違うんですか？これは今速度っていうか刃の長さが変わったちょっとレバーで、そうレバーで、それで一瞬で長さが変えれるから。そうなんですよね。それで音が変わるんですね。そうなんです。じゃあ今回最初に使ってたのがパナソニックのカチカチとこう回すやつなんで、微妙な調整とか多分しにくいですよね。そうですね。あれは段階的にしかならない。ダイヤルで回していくから。これはじゃあその微妙な調節はそれのそこで強弱レバーで、普通のやつだと2ミリ、1ミリとか、もう段階的にしか動かせないんですけど、これレバーなんで、2ミリと1ミリの間の長さも作れるから、これ動かしたりフェードとかするときは使えますね、こっちの方が。で今の状態が、これがクローズの状態ですね。短い状態。なるほど、一番短い。一番短いです。で、これが一番長い。クローズ何ミリぐらいなんですかね？8ぐらいかもしれない。で、オープンがだいたい2ミリぐらいだと思いますね。じゃあこの間で、そうですね。この間を作りたいときとかこのレバーで、ここにも目印みたいなのがあって、本当ですね。メモリみたいなのが。はいはいはい。今もう一番長いところと一番短いところが両方決まった状態なので、あとは周回を動かしていれば、もし自分でやるときとか先にもうこれ以上切っちゃいけないところっていうのはもう決めちゃって、あとはもうそこから下を短くしていくようにした方が多分失敗がするリスクは下げられると思いますね。あっちもこっちも気になったところを切ってたりするとなかなか決まらなくてどんどん短くなっていっちゃったりするんで。正面で見たらシゲットが見えてるのって大体この辺なんですよ、この鉢の後ろの鉢回り、この辺が決まっちゃえば別にもうこの辺とかってどんだけ短くしてもそんなにシルエットは変わらないんですよ、なのでもう先にここを決めちゃえばあとはもうここどんどん短くなってもそんなに印象は変わらないんで、こういうやばいところだけ先に抑えちゃえば、あとはその都度調整して切っていって周りはそんな影響ないです。それコメントで面長の人に、似合うスタイル、ハイフェードなのかローフェードなのかとか、クロップなのかこういうサイドパートなのかとかいろいろあると思うんですけど、面長の人におすすめのバーバースタイルってどんなスタイルですかっていうのがあったんですけど、ゆうのさんどう思います？もしひげ生やせるんだったら僕みたいにひげ生やして、顔自体が小さくなるんで、シェードじゃないですけど、顔が小さくなるんで、それやるだけで結構いろんな髪型似合うようになると思います。ひげが生やせれば。生やせなかったらクロップとかだと前髪を位置を結構調整できるっていうか、本当は前髪結構上の方だけど、前髪が上なだけで面長に見えることもあるんですよ。そうですね、おでこが広いだけで、前髪薄くなければ、薄くても前髪下ろしちゃえば分かんないんで、クロップとかでその前髪の位置を作っちゃえばそんなに面長っていうふうには思われなくなると思います。じゃあこうひげで下の部分をどうにかするか、
こう前髪で上の部分をどうにかしてこう面長感をちょっと減らすっていう。そうですね、なんかそういう印象、どこに人の目が行くかっていうのをちょっと変えるだけで、面長じゃなく見えたりするんで。なるほど。クロップスタイルってコボちゃんみたいな前髪のスパッとしてるやつでしたっけ？そうです、前髪なんかスパッと。あれ似合うのもめっちゃ難しそうですよね。あれってどうなんですかね。結構いけるもんですか？結構いけると思いますよ、意外と。なんかハードな風にも見せられるし、ちょっとそういう可愛いっていうか丸い感じにも見せられるし、割とやりようによっては結構意見が分かれますよね。そうですね。この髪型全然かっこいいと思わないっていうコメントもクロップ取るとあるんですよ。大体何がいいのみたいな。やっぱそれでも好みというか、その似合ってる似合ってないじゃなくて、この髪型が許せるか許せないかみたいな、許容できるか、顔がおしゃれな人がやるとすげえ似合うみたいなイメージがある。なんか顔がおしゃれな人っているじゃないですか。それイケメンとか鼻が高いとかそういうのとは別で、放ってる、なんか放ってますよね、顔で。これからしたらお客さんが素材みたいなもので、料理で例えたらお客さんが素材でそれをどう料理するかみたいな、いろんなパターンがあったら面白いですよね。なんか頭の形が悪いとか顔が長いとかも含めてスタイル出せた方がそうですね。いいですよね。自分で抑えセットするときはどうでした？抑えられました？前言ってたドライヤー、でちょっと丸く熱して冷やすみたいな、それしとけば大体大丈夫そうでした。これはもうちょっと短いところ用って感じですか？そうですね、もうちょい、これは大体0.3ぐらいですね。0.3ミリぐらい。こういう際とか細かいところ用に使ってますが、周りが低いので、どうですかね。こう短く。はい、ありがとうございます。結構さっぱり。でも後ろそんなにめっちゃ短くなったって印象ではない。そうですね。ここはほぼほぼ切ってない。さっきの手直しして。いい匂いしますね。いいですよね。すっきりしてますよね。そんなに甘すぎ、ポマードっぽくない感じですね。そうですね。植物っぽい青。でもこれ結構強い感じしますね。なんか、なんていうと、こしがあるというか。毛に絡みやすいですか？絡みやすいですね。なんか細い毛の人とかだとじゃあちょっと絡まっちゃう感じですよね。俺でも毛細い方だと思う。いきなりなんていうんですかね、ちゃんとなじませない毛になじませないで串通したりすると、その食いすぎちゃってなんかギンってなったりするんですけど、引っかかりますけど、でもちゃんとまんべんなく髪の毛全体につけてあげればそんなに扱いづらさはないから、粗めの串使えば、これぐらい絡まってくれた方がスタイルしやすそう。しやすいですね。髪の毛によってはなんか弾いちゃうような毛もあったりして、あんまりうまく整髪量がなじまない毛とかもあるんですけど、比較的これはこのポマードはどんな毛にもなじむというか、かなり食い気味ですね。セットしやすいですね。ドライヤーでセットするの方が結構使いやすいですね。
えるとこのトマト調子いいですね。そうですね。なんか熱との相性もいいのか。うん、すっきり。ありがとうございます。大丈夫そうですかね。ありがとうございます。いい感じです。前よりちょっと短くなったけど、逆にちょっと収まりは安くなったような気がします。ありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ大丈夫そうですかね。いい感じです。これで、ね、どうにか。ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけて、また何かあれば。あ、さあ、お願いします。どうも。